こんにちは。ヒューマンエラー分析協議会の森山と申します。今日は先日起きてしまった幼稚園の幼児置き去りのをテーマにしたヒューマンエラー分析のお話をしたいと思います。またも痛ましい事件が再度起こってしまいました。この手の事件はほぼヒューマンエラーが原因と言われています。私は情報インシデントを使った関係でヒューマンエラー分析の手法を開発しました。この手法を使って緊急的に分析したいと思っています。一件でもこういう事件が少なくなればという思いで説明させていただきます。こういう事件は大体ですね、罪に問われることが多いために真実が隠されることがとても多いです。そのためにちゃんとした分析が行われなかったり、真実が闇になったりするようなことがあります。私の手法では推定を使うことによって分析を行うということにも意味を持っています。また大体こういうものを分析するとですね、いろんな局面で分析するものですから資料の数は多くなるんですが、何をやってるか分からなくなると。で、何十枚も当たるような資料が場当たり的に使われるっていうのはほとんどなんですが、今回の分析では一つのことをやってしまえばそこに追加していくというようなことができるような分析手法です。まずヒューマンエラーについてお話ししますと、ほとんどの事故というのはヒューマンエラーが原因と言われています。で、2016年の統計情報だと交通事故死のですね、なんと 97% が、ヒューマンエラーと言われています。火事、医療事故、現場の作業事故、こういうものもほとんどがヒューマンエラーが原因と言われています。で、もう一つ注意していただきたいのは、管理が良いと、うちの会社は管理がしっかりしているという会社でも起こるということです。で、もうちょっと極論を言うとですね、生活習慣病、糖尿病とかそういう病気も実を言うとヒューマンエラーっていうことも言われるんじゃないかなと思っています。よくこういう事件が起きると、事故が起きると悪いことが重なったという人がいますが、それこそヒューマンエラーの原因の一つです。ヒューマンエラーの中ではよくスイスチーズモデルというものが使われていますが、これは、穴あきチーズ、この穴あきのところをすり抜けるようにですね、穴を通ってしまうというようなことを示しています。要するにいろんなチェックをしているのにもかかわらずすり抜けて起きてしまうということである。それがヒューマンエラーということが言えます。それともう一つ重要なこと、起きてしまった事故から学ばなければいけません。大体皆さんも経験があると思いますが、こういう事件とか事故が起こるとその時にですね、それが話題になります。で、実はこういうものが起きないとですね、話題にもならないということでわからないと。で、結果論であるヒューマンエラーというのは過去の事件とか事故をちゃんと分析することによって、次は防げるというようなことになっています。で、今回私が開発した分析手法は医療事故、医療の分析と、あと JAXA、宇宙開発、これも失敗はできないですね。そういうところのものを参考にしながら作りました。で、大きな流れは VTA、背後要因分析、XML、4ステップ M 対策立案。一見ちょっと難しそうに見えますが、決してそういうことはありません。もう一つ重要なことが正確性は求めないということです。こういう分析をするとですね、あそこが違ってる、ここが違ってるとかでですね、皆さんそういうことを言う方がいらっしゃいますが、そんなことよりどんどんいろんなことを追加していくということが重要です。で、一つの流れ、ここも流れを示していますが、まずステップ1、バリエーションツリー分析と。いきなり英語が出てきて難しいなと思うかもしれませんが、これはもう英語を日本語に直すと、変化点を探るということです。通常この場合はもうチェックもできたし成功したと。で、今回なぜこれが失敗しちゃったかというような変化点を探ると。これはもう時系列で変化点を探っ
探っていくので、もう書き出していけばいいだけです。その次に背後要因分析。これはですね、推論も含めていろんな人とブレイミングストをすることを推奨しています。推定がここでは重要になるということです。推定を推論することによって、対策の幅が広がります。そこからですね、2つの指標を持ちながら対策を立案して評価するというような流れになっています。まず、バリエーションツリー分析ですが、これはもうまず取っかかりなんですけれど、先ほども言ったように成功している時との変化点を探るというようなことになります。で、今回ちょっとざっと作ってみたものなんですが、まず変化点を探るにはですね、そこに関わる人たちを列挙する必要があります。この上に書いてあるように、今回の場合は運転者、そこの補助者、車、幼児、被害者、アプリ、保育士、クラス、ここはですね、案件ごと、医療なら医療、宇宙事故なら宇宙事故というように関係者を列挙する、関係者とか関係するもの、それで時系列的に何が起きたかっていうのを書いていくということをしていきます。これは書けば書くほどですね、問題点が発見できるということになります。で、右に問題点が書いてありますが、もうここは簡単です。もうここにも列挙しましたけど、運転者、これ書いた瞬間にもう、ここに問題があるというのが分かるので、これはもうダーッと列挙ができます。ここで書いてあるように、例えば運転者がですね、理事長、園長であるとも言われてますが、園長がしていたということで、道上交通事故とか非常にそういうところに気をつけていたんで、他に注意がいかなかったんではないかとか、もしくは乗る子のチェックをしていないとか、乗る子のリストがないとか、事実に今回は基づいてないのでですね、分かる範囲で書いていますので、こういうようなことも書いています。で、このバリエーションツリー分析が出て問題点が把握できたら次のものに行きます。もう一つお話ししていかなきゃいけないのは、先ほど話しましたけど、バリエーションツリー分析の留意点の一つは、関係者ですね。関係者をパーツとして出す必要があるということで、先ほどと話した通りです。で、次に背後要因分析です。背後要因分析。これはですね、いろんな推定もされてもいいと思いますが、背後にある分析、誘発してしまったものとか、そういうものをどんどん思いついたものを書き出していくということです。先ほども申し上げた通り、刑事事件、民事事件で責任追及になるとですね、なかなか真実を話せません。ということからしてもですね、この背後要因分析というのは非常に重要です。で、私がお勧めしているのは、ブレインストーミングでやると。皆さんでいろんなことを出してみる。質より量、批判しない。ここはだから間違ってるとか、ここは違うとか、そういう議論ではなくてですね、とにかく量を出すと。で、他人の意見にかぶせると。馬鹿げたものでもいいと。そういうことも入れた方がいいということです。で、責任問題より対策に重点を置くことが可能になります。で、ここも簡単に今回のものを書いておりますが、先ほどあった問題点を左端に書きます。これに従ってそこの背後にあるような要因を真ん中に書いていきます。例えばですね、運転は気に取られて注意が散漫になったとかですね、補助者も園長なので緊張したとか、補助者は実はアプリは全然使えなかったんじゃないかと。で、実は乗る子のチェックって昔からしてなかった。こういうのが背後要因分析になります。これも含めた上で対策が練られるということです。例えば園長と息子の役割分担とかですね、園長はもう運転はしちゃダメだとか、補助者の役割をはっきりさせるとか、いろんなことが出てくるわけです。で、これで大体もう、あんまりここはですね、やってみればわかるんですが、もう背後要因と問題点が出てしまえば、対策はそれに従ってどんどん出てきます。じゃあ、この対策が出たらどうするかということですが、対策を出たらですね、この表
この2つの主要の表に従ってその対策をプロットしてもらうことをお勧めしています。右の軸は 4ステップ M、これは後で説明します。左の軸は XM シェルというものです。ここを後で説明しますが、ここに従ってここにプロット、対策をプロットしていただくことによって何か足りないところとかそういうことが分かってくるのと、どういうところ、大体がですね、こういうヒューマンエラーになると出てくるのがですね、自分で気づかせるとか注意を喚起するとかそういう対策になりがちです。それだけではうまくいかなかったかっていうのがヒューマンエラーなので、他のところの要因もちゃんと見せる必要があるということです。ではちょっとまず左の軸の XM シェルのことを話します。これは人だけ責めても意味がないということです。あなたが注意すれば、みんなが注意すればとか、そこを責めてもしょうがない。それでも起きてしまったことっていうのがヒューマンエラーです。そのために注意のポイントを書いています。まず、注意しなければいけない。当然、X と言われるのは、被害者、患者。これはですね、案件ごとで変わります。被害者であるとか、もしくは患者、医療の時は患者とか、もしくはお客様対応してたとかお客様とかですね。今回の場合なんかは幼児ということになりますね。あと、一つ重要な要素はマネージメント。ソフトウェア。これは全体を管理するようなマニュアルとかそういうものです。あとハードウェア。医療なんかは特にその装置とかそういうものをかかります。あとは全体の環境で、中心になってくるのはライブウェア。ライブウェアはもう一つあります。本人もいますけれど、本人以外の人というような形で、こういうような要素を見ていくということになります。この XML モデルから言えることは、当事者だけが悪いわけではないということで、当事者を取り巻く他の要素でも何かの問題があるんではないかということです。あと、当事者だけ責任追及しても意味がないと。その取り巻く周囲の環境の不適さの目を向けると。これが全体を見てですね、ちゃんとヒューマンエラーを防ぐ方法にもなるということです。もう一つ。これは上の方の軸にあった4ステップ M というものです。最近DX とか AI の利用というのが言われてますが、ここの考え方が非常に重要になります。まず4ステップはステップ1から4にありますが、ステップ1では作業の数を減らすということ。次に各作業のエラー発生確率を低減して、で、それでもダメだったものはエラーを発見して修正すると。で、最悪起きてしまったら被害を最小にすると。で、非常に重要なことはですね、最初の作業の数を減らす。ヒューマンエラー。結局何を言ってるかというと、人は介在しないようにするということです。人が介在したところにヒューマンエラーが起きるので、人は介在しないようにしましょうというのがそうです。ステップ2ではですね、エラーの発生確率をいかにして減らすかということを考えるということです。で、重要になってくるのが、実は皆さんがもう何度もやってるのは、この5か5、6、7ですね。知覚させる、気づかせて予測させて安全を優先させるということです。やばいなと。今回の幼児の場合だと、運転者と補助者が、これはちょっと降りるときにちゃんと確認しないと、この前こういう事件があったなと。もしこれが起きてしまったら、幼児を死なせる死亡事故にもつながるんだと。じゃあちょっともう一つ、ここでは忙しいかもしれないけど、もう一度やってみようと。これは補助者でも同じです。こういう、ここにちょっと大体がですね、対策が行きがちになるという欠点もあります。これはもう一度ですね、今の話をさせたもので、例えばやめる。できないようにするのは作業をできなくすると。これは医療なんかではですね、もうその装置がくっつかないとかですね、これはこの順番でやらないとどうしてもできなくなる。これはもう作業事故でもそうですね。分かりやすくする、やりやすくする。ここはまた、実際にやるときにですね、どっかの場で説明できたらと思っております。で、注意喚起。どうしても注意喚起と。もうこれも重要です。交通事故で言うんだったら、春の交通安全週間、秋の交通安全週間という、これも重要です。
新入生入ったらですね、新入生に対する教育とか必ずしますが重要なんですが、これだけではダメということです。皆さんが知らず知らずのうちにですね、糖尿病になったり認知症になったりというのも起きるかもしれませんけれど、それも同じなんです。知らず知らず注意喚起をしているのにということです。で、例えばですね、これ非常に面白い例なんですけども、私たち運転する方はもう必ず右直事故というのがあります。右折車と直進車の事故で、こんなことをしてるんだということを教えておきたいんですが、皆さん右に曲がろうとするときには直進して来る車の速度を大体予測してます。で、これはもしかして右に曲がるとぶつかるかなと、まだまだ遠いから大丈夫だと、あれはバイクだからそんなにスピードが出てないなっていうのをとっさに判断しています。でもこれは非常に難しいことです。例えば50キロの車だったら3秒で40メートルも走ると。私たちが40メートル、車は40メートルあるし50キロで走ってるなんていうことを予測できるはずもないのに、そういうことをやってるということです。このぐらい難しいことをやっているということなので、当然のように右直事故というような事故が起きやすい理由でもあります。ここからはですね、ちょっとさっきの簡単な4ステップ M の話をしてますので、ちょっとここは飛ばさせていただきます。こういうようなことをですね、やっていく、プロットする。ここが重要なんですが、実は脳のことを考えると、ちょっとここヒューマンエラーにも限界があるというか、注意喚起では限界があるということが分かります。はい、人間の脳というのは完璧なものではありません。各世代の、例えばですね、爬虫類とか、もしくは、哺乳類、簡単に言うとカエルの脳の上にネズミの脳がくっついて、大脳新皮質が巨大化して、なんとかそれをコントロールしていこうという、何世代にもわたる別世代のコンピューターがあって、それをコントロールしていくというような脳なので、ヒューマンエラーというのはどうしても起きてしまうということです。もう一つ重要なことを話しておきますと、アメリカでヒューマンエラーが非常に問題になったのは、実は非常に優秀なですね、病院で医療ミスが起きてしまったということが原因になっています。あそこの病院でというようなところでも起きてしまうということをもう一度確認していただきたいと思います。で、残念ながらヒューマンエラーはなくなりません。私たちがいる限り、私たちだって毎日のようにヒューマンエラーを起こしてますから、あれを忘れた、これを忘れた、あれをやらなかったと、そういうことなので、なくならないので、何とかしてこれを少なくするというようなことをやっていくべきだと思っています。で、実はヒューマンエラーをちゃんと分析することによって、今ちょっと流行りの DX ですね、AI の適用だとか自動化ということのヒントが入っています。ここそ人がじゃなくて機械にやらした方がいいということが分かってきます。とにかく取り返しのつかない事故、今回のような事故も一件でも少なくしたいと思っているのが、私がこうやって説明する理由なんですが、もしご興味を持ってですね、非常に簡単な方法なんで、ぜひ使っていただきたいと思いますから、この分析書をやってみたいと思う方は、ここに書いてあるアドレスにメールをしていただくか、もしくはですね、この下にヒューマンエラー分析協議会のサイトも開いておりますので、ここから入っていただくっていうことも可能ですが、ぜひともですね、一件でもヒューマンエラーとっても困ってるんだっていう思われる方は、アクセスしていただければと思います。本日はどうもありがとうございまして、また何かありましたらぜひ気軽にメールください。